夢日記、小川直也選手。気がつくと、車の後部座席に乗っていた。自分は朦朧とした頭のまま、誰が運転しているのか、どこへ向かっているのかもわからないまま、薄暗い海沿いの風景を眺めていた。夢の中なので時間は曖昧だが、数時間経った頃、目的地へ着いたらしく車が止まった。そこは葬儀場のような平屋建ての大きな建物で、広大な駐車場には車が一台も止まっていなかった。すると、運転手は後ろを向いて、ちょっと早く来すぎちゃったから、海が綺麗に見える名所があるからそこへ行こう、と言ってきた。振り向いた運転手はすでに肺がんで亡くなっている親戚のおじちゃんだったが、自分は朦朧としていた状態だったので、不思議にも思わず、半分寝てるような状態で後部座席に座り続けていた。すると一瞬だけ、どこかの海が見える断崖絶壁の風景が頭の中に浮かんだ後に、葬儀場の中にワープしていた。葬儀場の中はパイプ椅子が何列も並んでいて、自分はそこのやや下手の5列目ぐらいに座っており、周りには見覚えのない人たちがたくさんいた。自分はなぜか助六寿司が入った丼を持っていて、残すわけにもいかないので、早めに食べちゃおうと思い助六寿司を食べていると、いつの間にか前にあった巨大な仏壇が学校の体育館みたいな感じのステージに変わっていて、若い男のミュージシャンが登場してライブを始めた。そのミュージシャンを一度も見た記憶がなかったが、曲もライブパフォーマンスもかなり良くて、めっちゃいいじゃんと思いながら丼に残っていた。食べる過程で崩れた助六寿司を口の中に書き込んだ。するとその瞬間に周りから大爆笑が起きて、音楽が一時ストップして、若者ミュージシャンが自分のことを指さしながら、いいじゃんいいじゃん面白いじゃん、おじさん最高だよ。いやほんと、俺のライブ中に丼飯書き込む人なんて初めてだよ。みんな、このおじさんに拍手と客席を煽って、そしたら周りからめっちゃ歓声が、ヒューヒュー、おじさん面白い、最高、みたいに大受けしてしまって、自分はその場で軽く手を振って声援に軽く答えたら、再びライブが再開された。自分は、超絶陰キャでコミュ障なのに、面白いおじさんだと認識されてしまった。気まずいな、なんて思っているといつの間にか曲が終わっていて、自分の席と前の席はほとんど空間が空いていなかったはずなのに、3メートルぐらいの空間ができていて、顔を上げると、目の前には自分に手を差し出してる全盛期の小川直也選手がいた。自分はとなっていると、小川直也選手が、この流れで、俺と組むのはあんたしかいないだろ、と言われてしまって、自分は小川直也選手に、ステージ裏まで連れて行かれてしまった。鉄骨で組まれた階段には、すでにタッグになっている人たちが10組ぐらいいて、おのおのにステージに上がってからやる出し物のシミュレーションをしていた。自分は全盛期の体のでかい小川直也選手にビビりながら、超絶陰キャで面白いことを何一つできないのにどうしよう。絶対滑り倒す自信しかない。やだ。と不安でいっぱいになっていたら、目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。